岡間神社の四口の神々が津波を回避していた証拠が見つかりました。東日本大震災を予言し、その後の大津波も回避してしまったと言われている不思議な岡間の話です。早速、神社の社務所の方に津波について聞いてみると、その岡間は津波の被害には遭わなかったんですか？神社の前の通りや周辺の住宅は水に浸ってしまったのですが、岡間は無事でした。それも不思議ですね。その話が本当なのか、塩釜市の被災マップを調べてみました。塩釜市の被災マップを見て、目を疑いました。津波の被害が大きかった1番館はマップの1の位置です。そして不思議な4口の神々のある岡間神社は2の位置です。なんということでしょう。被災マップを見ると、確かに岡間神社の4口の神々付近を避けるように津波が広がっているのが読み取れます。岡間神社は小高いところにあるわけではありません。1番館と同じ標高なのです。それなのに津波は4口の神々を避けるように進んでいますし、侵入してくる津波をブロックしているようにも見えます。というわけで、不思議な岡間のある塩釜市のおしゃんぽレポです。まず、4の塩釜神社へ行き、5の柴彦神社、最後に2の岡間神社へ行きます。塩釜神社の朝は早いです。開門は午前5時。象徴とも言えるこの階段は102段あるそうで、しかも急傾斜。地図の3の位置で、塩釜港から約 1km の距離です。本殿に着きました。もはや修行僧ですね。朝から足がパンパンに張りました。境内には、なで牛というのがあります。このなで牛は、喜ぶとよだれを垂らすのだそうです。愛嬌のある表情のなで牛、本当に嬉しそうによだれを垂らしています。なで牛から柴彦神社まで3分ほど歩きます。柴彦神社に着きました。ちなみに境内はポケモン GO は禁止です。境内のポケモンジムにポケモンが設置されてたってことは、ここでポケモン GO をやってたんでしょうね。境内からはご覧の景色。この町が津波に飲まれたんですね。それでは、不思議な岡間がある岡間神社へ向かいましょう。10分ほど歩くと岡間神社があります。住宅街にこじんまりと立地しており、思ったより小さな神社でした。小さいけど、塩釜市の名の由来となった釜が安置されている由緒ある神社で、塩釜神社の末社でもあります。塩釜神社に備える塩を精製する、も塩焼き神事もこの神社で行われています。ご神体の神々に新しい海水を入れるこの儀式が毎年7月前半に行われます。この建物が神竈土放置所です。不思議なお釜が安置されている場所です。この中に入ると不思議な4つのお釜を見ることができます。中を見るには社務所に声をかけ100円を支払います。管理人の方は好奇心丸出しで見学に来た自分が恥ずかしくなるほどとても丁寧に説明してくれました。撮影禁止なのでイラストにしてみました。扉を開けるとすぐ足元にお釜はありました。正直、特別すごいお釜には見えなかったです。普段は赤茶けた水の色が綺麗な透明になった時は災害などの前触れだとのことです。東日本大震災が発生した3月11日の朝8時に神社の管理人が参拝客の付き添いで見たとき、4つのお釜のうち2つのお釜が綺麗に澄んでいたとのことです。気になったことを質問してみました。今のお釜の水は澄んでませんよね。はい、澄んでません。じゃあ今日は津波は来ませんね。この水を見る限りは大丈夫なようです。ところで、この水って飲めるんですかね？
神聖なものですから、触れてはいけません。バカな質問にも丁寧に答えてくれる管理人さん。バカな質問をした自分を殴りたくなりました。おかま神社から海まで歩いてきました。おかま神社から塩釜港までわずか 500m ほど。とても街を濁流の渦にした海とは思えない穏やかさでした。最後に、その他の4口のお釜の不思議についてお話しします。古くからこの付近では声援が行われていました。神社の近辺からは海水を煮詰めた土器の破片が数多く発見されています。声援の方法が土器から鉄釜に変わったのは平安時代です。そして、このお釜の水は日照り続きでも空にならず、雨が降っても溢れ出ない不思議なお釜なのです。戦国時代以降は、この水に異変が起きた時に、仙台城の藩主に報告することが義務付けられていたそうです。伊達政宗が亡くなる直前にも、この水の色が変わったと言われています。また、2013年8月4日に上竈戸法地所の扉を開いていた時に、偶然にも震度5の地震が発生し、周囲は大きく揺れているにもかかわらず、お釜の水は全く外にこぼれることはなかったそうです。冒頭で述べた通り、東日本大震災の予言をしたり、津波の被害を回避したり、何かと不思議なお釜。塩釜神社を訪れた際は、ぜひとも立ち寄ってみてください。